朝から動きが気になる相場なのだ。海の通り道がざわつくと、原油ってすぐ反応するのだ。ほんと、値札が先にそわそわするやつね。私の小銭まで心配になるわ。それ、ガソリン入れる側は見ちゃうじゃん。今日はその辺もまとめていこう。まずは原油の話なのだ。値段が動いた理由、そこが一番気になるのだ。アメリカとイランの空気が悪くなってるのが大きいわね。海の通り道が不安になると、一気に値段に出るよね。ホルムズ海峡って原油を運ぶ船がよく通る場所なのだ。そこが詰まりそうってだけで、みんな先に構えるのよ。コンビニの入荷が止まりそうって聞いたら、みんな一回買うもの控えるじゃん。あれに近い感じだよね。WTI っていうのがアメリカ原油の目安みたいなものなのだ。目安って言うと簡単だけど、世界の空気を映す体温計みたいなものね。一時85ドル台まで行ったよね。1ヶ月ぶりって結構久しぶりじゃん。6月12日以来なのだ。しばらく落ち着いてたのに、また上向いたってことよ。ガソリン代も気になるけど、今すぐ全部跳ねるってより、じわっと効くタイプだよね。輸送の値段が上がると、後でいろんなものに広がるのだ。そうね、原油はそのままじゃなくても、暮らしの中に入り込むから厄介なのよ。みんななら、こういう時にまず何を気にする？ガソリンか、電気か、どっち派さん？僕はやっぱり、ずんだ餅の配送が気になるのだ。それはお前だけでしょ。とはいえ、値動きの理由を知るのは大事ね。そういう地味なところから、後で出費が変わるよね。次は大谷翔平の話なのだ。投げる方は少し休んで、打つ方で出ることになったのだ。膝の回復を優先したのね。無理して長引かせるより、ちゃんと整える方が得策よ。打つのは出るけど投げない。っていうのがまた大谷さんらしいじゃん。指名打者って、守備や投球をせずに打つことに集中する役割なのだ。そういう出方なら、膝への負担も減るわね。左足で踏ん張る動きが痛みに響くなら、そこはかなり大事だよね。先月から治療を続けていて、オールスターも見送ったのだ。シーズン中に急いで壊したら元も子もないものね。しかもチームは首位なんでしょ。今は焦らなくていい空気じゃん。ロバーツ監督も、今はリスクを取る時期じゃないって考えなのだ。勝てる時に無理をしない。って割と大人な判断よ。大谷さん、ダブルヘッダーの合間にキャッチボールして頼む気になるじゃん。見た目は元気そうでも、投げる動きは別物なのだ。膝は小さく見えて、野球では結構厄介よね。アーシなら階段で1回気にしただけでテンション落ちるし、あれよりずっと大変そう。回復を待ちながら調整する形なのだ。ポストシーズンを考えるなら、今はそれで正解かしら。みんなはさ、応援してる選手がこういう時、すぐ出てほしい派？ちゃんと休んでほしい派？次は山本由伸のニュースなのだ。1日に2試合ある中で、最後まで投げ切ったのだ。ダブルヘッダーで完投って、かなり体力いるわね。1日2試合のうち先発で最後までって、えぐいじゃん。完投は、1人で9回を投げ切ることなのだ。ブルペンを使わずに済むから、チームにはかなり助かるわ。リリーフが休めると、次の日にもつながるよね。しかもレギュラーシーズンでは、メジャー移籍後で初めての完投勝利なのだ。初めてで勝ち切るのは、ちゃんと意味があるわね。相手がヤンキースっていうのも、舞台として派手すぎじゃん。その相手に4本しか打たれず、三振も7つ取ったのだ。数字だけ見ると、かなり安定してるわね。途中でホームランは打たれたけど、崩れなかったのが大きいよね。山本は、打たれた後に切り替えたって話していたのだ。あそこで引きずらないの、地味に難しいのよ。しかも次は節目の100勝が見えてるんでしょ。積み上げって感じじゃん。そうなのだ。日米通算で99勝だから、次で大台なのだ。こういう節目って、選手本人は淡々としてても周りはそわそわするわよ。みんななら、完投の気持ちよさと、100勝の区切り、どっちが先に気になる？ここでちょい豆知識いくよ。原油の値段って、世界で一つの数字だけ似てるわけじゃないよね。1個だけじゃないのだ。アメリカの目安は WTI で、世界の動きを見るときはブレント原油もよく使う感じ。同じ原油でも、
見る場所で目安が違うのね。そうそう。しかも国際取引では1バレルあたりのドルで見るから、そこが動くと日本向けの値段にもつながりやすいんだよ。ニュースでドルの数字が出る理由、ちょっと見えたのだ。こういう見方を知ってると、相場の話が少し読みやすくなるわね。今日は原油も野球も動いたね。コメントで一番気になった話を教えて。概要欄にも見返しやすいように入れてあるわ。じゃあまた次回なのだ。